青い髪を持つ軍子から同じく青い髪のビビ王女、さらには800年前の青い髪だった可能性が高いリリ女王まで、世界の王イムの目的は単にある王女の体を奪うことだけにとどまらず、そのターゲットの範囲はさらに絞り込まれているようです。つまりターゲットは青い髪を持つ王女でなければならないのです。こうなると海の向こうにいるバギーを思い出さずにはいられません。この基準に従えば青い髪を持つ彼も条件に当てはまることになり、彼がこのために危機に陥るのではないかという滑稽な想像さえしてしまいます。さらに少し前に登場したロックスも公式で髪の色が青と白のツートンカラーであることが確認されました。最近青い髪という要素が登場する頻度は確かに異常に高くなっています。注目すべきは、かつてロックスがゴッドバレーでイムと対峙した際、次女としての軍子もその場にいたということです。もし当時イムの器も青い髪だったとすれば、その場には同時に3人の青い髪のキャラクターが存在していたことになります。これは伝説のオールブルーが実は全員青い髪を暗喩していることを意味するのでしょうか。ワンピースの現在の最新ストーリーでは軍子の正体が明らかになり始めています。当初読者の間ではエルバフ編はウソップの見せ場になると広く考えられていましたが、彼がまだ力を蓄えている間にブルックが思いがけず多くの革新的な出番を得ることになりました。ブルックと軍子の物語は現在ではかなり明確なバージョンとして整理されており、これらすべてはある遠い過去の伏線によってつながっています。2008年1月の漫画連載第489話、つまりブルックが正式に麦わらの一味に加入した際、彼は自己紹介で海賊になる前はある国の護衛戦団団長を務めていたと語っていました。一見何気ないこのセリフはその後数百話にわたる連載の中で二度と言及されることはありませんでしたが、イムの秘密が明らかになり始めたことでようやくその重要性が浮かび上がってきました。軍子の本名は首里姫で、本来は西の海のある王国の王女でした。彼女の父王こそがブルックの恩人であり、ブルックはその恩に報いるために王国の護衛戦団に加入したのです。時系列から推測すると、当時約20歳だったブルックは護衛戦団20年以上在籍しており、首里姫の成長をその目で見守ってきました。そして首里姫は幼い頃からブルックの音楽を愛していました。この好みは彼女が記憶を消された後でさえ変わることはありませんでした。首里姫は生まれつきの夫愛や青い髪などの特徴に加え、王族という身分であったため、ついにイムの目に留まってしまいました。今から56年前、つまりロックスが乱入したあの世界会議の期間中、約20歳の首里姫は父と共にマリージョアでの会議に参加し、ブルックも護衛戦団団長として同行していました。その期間中、五老星と神の騎士団は彼女を天龍陣に招くという名目で首里姫を強引に連れ去ろうとしました。この理不尽な要求に対し国王とブルックは激しく抵抗しました。これがブルックが神の騎士団を知っている理由、つまり彼がかつて彼らと交戦したことがあるという伏線の説明になります。しかし生身の人間が神の騎士団に対抗できるはずもありません。イムと五老星は極めて悪辣な手段を取り、首里姫に強制的に1000回契約を結ばせました。聖地の範囲内では首里姫はイムの意思に逆らうことができません。イムは意識がはっきりしている首里姫を操り、自らの手で父親を殺させました。これこそが首里姫の記憶の奥底にある父を呼び叫ぶあのシーンであり、ブルックやその場にいた他の王族たちはこの惨劇を目の当たりにしたのです。それ以来、父殺しの王女という悪名が広まり、首里姫は犯行後に行方不明となりました。国王と王女の両方が失踪したため、その王国は急速に衰退しました。ブルックは恩人に対する深い罪悪感を抱えたまま護衛戦団を離れ、海に出て海賊となり、後にルンバー海賊団に加入しましたが、この辛い記憶を心の奥底に封印しました。実際には聖地で消えた首里姫はイムに連れ去られ、強制的に記憶を消されていました。彼女は軍子と改名され、天龍人の一族という架空の生い立ちを与えられました。イムの側近として彼女はある特殊な需要のために常に花の間でイムに付き添っていました。数日後、ロックスが世界会議に侵入するという突発的な事件の中で、首里姫は再び花の間でロックスを目撃することになります。その後、首里姫は天龍人としての身分で徐々に神の獣人として育成され、有名なゴッドバレー事件にも関与しました。
イムとの特殊な関係により、彼女は本来なら五老星しか持たない不老の能力を得て、その容姿は操られた時の若い状態のまま永遠に固定されました。数十年後、彼女は正式に神の騎士団の一員となりました。長期間支配されていたため、彼女の潜在意識は混濁し、例えば彼女が最も恐れるものがニカであるなど、それはイムの深層心理にある恐怖が投影されている可能性が高いのです。しかし、イムが当時首里姫の記憶を完全に消そうとした試みは、完全には成功していなかったようです。自らの手で父を殺したことによる巨大な心的外傷は、子供が父親を呼ぶ泣き声を聞くと容易にフラッシュバックを引き起こし、一時的に自我を取り戻すきっかけとなります。これこそが第1149話で描かれたシーンなのです。以上が首里姫の未成に関する比較的完全な推論です。実は昨年6月の第1149話に関する考察でも、私はブルックと彼女の過去について推測していましたが、今やその一部が検証されました。現在の革新的な問題は、イムがなぜこれほど彼女に執着するのか、その目的は一体何なのかということです。伏線を張ることに長けた小田栄一郎先生が、このタイミングでブルックの物語を明かすことを選んだのには、必ず深い意味があります。キーワードは不死と魂です。ブルックは極めて特殊な存在です。彼は読み読みの実によって蘇り、特殊な遭遇によって骸骨の体を手に入れました。90年も存在しているにもかかわらず、その状態は死んだ時と変わらず、ある意味での永遠の命を実現しています。開発を経て、読み読みの実はブルックに魂の力を利用する能力、例えば幽体離脱などを与えました。もし当時のブルックが読みの国から戻ってきた際、憑依したのが自分の骸骨ではなく、他の肉体だったとしたら、結果はどうなっていたでしょうか。それは実際には起こりませんでしたが、これはイムの能力のメカニズムを暗示しているのかもしれません。イムの永遠の命の秘密は、絶えず肉体の器を交換することにあるのかもしれません。イムと契約を結んだ五老星や神の騎士団などは、力を共有すると同時に、その命もイムと結びついています。したがって、イムを倒すためには、すべての契約を断ち切る必要があるのかもしれません。イムに関する分霊箱説については、以前詳しく分析しました。小田先生がブルックと首里姫のストーリーラインを配置したのは、実際には、ロックスのストーリーラインが終わった後に、新たな糸口を開き、3人目の被害者を利用してイムの秘密をさらに明らかにするためであり、まさに、草社会線、不脈線理と言うべきでしょう。もし首里姫の境遇が悲劇だとするなら、ビビは次の争奪の焦点になる可能性が高いです。ビビがエルバフ編の冒頭で新聞を通じて麦わらの一味に残した暗号は、まさに将来の再会への伏線です。もし今回の事件で軍子が退場することになれば、イムの次の計画は必然的に代わりの青い髪の王女としてビビを探し出すことになるでしょう。現時点では青い髪の具体的な意味を完全には読み解けませんが、ブルックとイムを結びつけることは、イムの支配能力に対抗する方法がブルックに隠されていることを暗示しているのかもしれません。読み読みの実は生まれつきあらゆる魂の創造物に対して相性が良いのです。ホールケーキアイランド編でブルックはヨンスベロギビッグマムに正面から挑みましたが、今回その相手はイムへとレベルアップします。ブルックは魂の力を音楽に込めることができます。もしルフィのギア語解放のドラムのリズムと組み合わせ、魂を揺さぶる解放のシンフォニーを奏でることができれば、その独特な音と覇王色の覇気が組み合わさり、イムの支配能力に対して絶大な抑制効果を発揮するかもしれません。これこそが続くエルバフ編の混戦において膠着状態を打破する鍵となる可能性が極めて高いのです。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。もしワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。